こんにちは、さいとうなおきです。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、元気な感じのするイラストですよね。おしずちゃんの作品で、タイトルはハッピーをあなたの元に届けます。この子はローラースケートを履いてみんなにハッピーな気持ちを届けてくれる女の子です。いつもニコニコしていて純粋で親切な性格です。全身イラストでキャラクターをもっと大胆に躍動感を出して表現させたいです。いつも先生のイラストや動画を参考に頑張らせてもらっています。とても愛情を込めてデザインした子です。添削よろしくお願いします。線画の存在感をしっかり残したい一方で、色トレースするとぼやけてしまうのが悩みです。結局色トレースせずに終わらせてしまう。ローラースケートが特徴な子なので全身のイラストにしたいですが、どうしても部分が小さくなってしまい、頑張って考えた洋服や特徴をうまく見せれませんとのことです。まずですね、画面いっぱいに自分の表現したいこと、そしてデザイン、勢いを思い切ってぶつけることができている、そういうね、おしずちゃんのパワー、素晴らしいと思いました。ハッピー感、とても伝わってきています。十分届いていますよ。でもね、ご本人、いろいろ反省があるようで、もっとこうしたい、もっとこうすればよかったってね、おっしゃってますよね。特に大胆な躍動感が出せていないっていうことを一番気にされているように思います。一応言っておくとですね、こういう真四角に近いような画面の比率で、しかも全身を入れたような構図で絵を描くと、その時点でですね、大胆な躍動感って出すのは難しいです。大胆な躍動感を出したいんであれば、縦横どちらかに長い比率の画面で、しかも全身を入れない、どこかこう見切れているようなトリミングした構図で描いた方が、大胆な躍動感という意味では表現しやすいと思うんですが、それはそれとしてですね、このままの比率、そして構図でも躍動感は表現できなくはないので、なぜこのイラストに躍動感をいまいち感じないのか、そして躍動感を出すためにはどうすればいいのか、解説を加えつつ添削を進めていこうと思います。それでは早速いってみましょう。まずですね、結論先に言っちゃいます。この絵からなぜ躍動感を感じないのか、それはですね、キャラクターに関しては3つ問題点があるからです。正確に言うとですね、背景にも一つ問題はあるんですが、それは後回しにしてですね、先にキャラクターの問題点を3つこの時点で言っちゃいますね。それは1、この腰の部分のひらひら、これが大部分を占めてしまっていて、キャラクターの部分が小さくまとまってしまっていること。そして2、キャラクターの一番の特徴のローラースケートにいまいち目がいかないという点。そして3、体の正面がこの腕で隠れてしまっていて、ちょっとね、見栄えがしていないという点ですね。この3点があるので、この絵あんまりですね、躍動感を感じないんだと思います。でですね、特に最初に言ったこのひらひらが大部分を占めてしまっていて、キャラクターが小さいっていう部分なんですが、これね、こうすると分かりやすいと思います。今ですね、ひらひらしたところを非表示にしたんですけど、もうそうするとすっごく隙間が空きましたよね。大部分をひらひらが占めてしまっていて、キャラクターが大きく配置できていなかったことに気づきます。もっとダイナミックな印象にしたいなら、このキャラクター本体をですね、もっとこう画面いっぱいに配置したいんですよね。こんな風にですね。なので僕はこの時点でこういう青写真を描いています。このぐらいバーッとダイナミックなポージングにできないかなと考えるわけです。で、その青写真に沿って細かい部分、手と足、そして顔の角度とかね、そういう部分を個別具体的に修正していくわけですね。なのでまずはローラースケートですね。この部分修正していこうと思います。手前のローラースケートをもうちょっとよく見えるように大きくしつつ、少しね、横を向けさせてみました。正面だとちょっとデザインがよく見えなかったので印象が薄らいでしまいますよね。あと手前に出している足もちょっと逆にしました。もともとね、右足を前に出していたんですが、それを左足にしたってことですね。これはさっきも言ったように、手が体を隠してしまっているので、手足を逆の動きにした方が、この正面が見えるからですね。なので、この手の動きも後で逆にします。さあ、奥のローラースケートも書き加えていきましょうか。
はい、こんな感じです。ここでもですね、1個細かいポイントを挙げるとですね、奥にある手や足は同じ明るさにすると奥行きがなくなってしまって平べったい絵になってしまいますので、奥にある手や足、この場合は足ですね、ここについては手前と明るさをあえて変えてあげて暗くしてあげるといいです。そうすることで画面に奥行きが出ますので、空間がねこう広がったような感じが生まれて、結果的にダイナミックな躍動感につながっていきますよ。さあ、足を修正したので、それに付随して上半身の角度も調整していきましょう。さっき描いた青写真覚えていますでしょうか。画面いっぱいにこんな風に入るようにイメージしながら変形していきますよ。こうします。はい、こんな感じです。正面を描くのにちょっと手が邪魔だったので、一旦非表示にしました。全身が入るイラストでもこうやって画面に斜めに配置することで、できるだけ大きくキャラクターを入れ込むことができます。まっすぐ入れちゃうとですね、ちょっとキャラが縮こまって見えちゃう場合が多いので、ここは注意してくださいね。さあ、ポージングの途中なんですが、顔の角度の調整をしていきます。顔の角度を修正したついでなので、一旦顔の中身の調整をしていきましょうか。まずは目、鼻、口の角度を調整していきます。はい、ポージングを変えて少し煽り気味にした影響もあって、顔の角度が少し不自然に見えてしまっていました。角度を調整することで自然に調整できると思います。あとは目の中身の調整ですね。この目の中身、はい、今ですね片方だけやってみたんですが、目のこの中身の書き込みについて、元々の目がですね黒で影を書き込んでいるせいで、ちょっと色が濁って見えてしまっているんですよね。ほら、よく見ると黒でこうやってこう斜線で影を書き込んでいる、そんな感じだと思います。こんな感じで黒で斜線で描くのではなく、色の濃さによって表現した方が色は濁らずに済むと思います。はい、特にですね目、鼻、口のようなちょっとこう細かい部分については黒を多用するとですね、なんか汚い感じになりがちなので、そこは特に注意してください。反対の目もやってみます。はい、こんな感じですね。あとは頬の表現についてなんですが、これも同じですね。この細かい部分、ここにですね今黒で斜線を描いているんですが、これが色つけてしまうとなんとなく濁って汚く見えてしまうんですよ。白黒の線画の場合にはこれでもいいのかもしれませんが、色との相性は良くない感じなので、口のこの辺もですね、この辺りも含めて少し印象を弱めていきましょう。はい、こんな感じです。あとは髪の毛のハイライトなんですが、ハイライト線でですねこの辺りにハイライト入れますってこう書いているんですが、実際にこの形とこのハイライトがずれていますよね。こういう表現なのかなと思ったら、だとしたら面白いと思うんですが、今のところこうちょっとこの部分塗り忘れにしか見えないので、せっかくだからハイライト入れちゃいましょうか。はい、あとですね、この横で結んでいる髪の毛、ここは今だらーんと単純に垂れ下がっているんですが、ここでも大胆な躍動感を表現できます。はい、ちょっとね揺らしてあげるんですね。やってみます。はい、こんな感じですね。ハイライトを入れたことで顔の印象がこうパッと明るくなったことと、あと髪の動きをつけたことで躍動感がアップしたのがお分かりいただけると思います。さて、
腕を長らく非表示にしてしまったんですが、そろそろこの辺でつけていきましょうか。ただね、今まで見ていて分かったと思うんですが、手前に何かパーツがあるから描きにくい部分ってあるじゃないですか。手があってね、この部分とか描きにくいですよね。そういう時には今やったように一旦こう非表示にしてしまって、この手前の部分を頭の外に追いやってしまう。そうすることによって描きやすくなる箇所ってすごく多いです。なんか思ったように作業が進まないなって思ったら、今やったように描いている部分以外を非表示にしてしまいましょう。単純ですが意外と効果が高いので、なるほどって思った方はですね、是非真似してみてくださいね。さあ、それでは手前の腕つけていきましょうか。はい、こんな感じ。手前に向かって開いている手なので、若干角度を調整して手のひらが見えるようにしました。同じように奥の腕も描き加えていきましょう。はい、こんな感じです。いかがでしょう。ひらひらを一旦非表示にしてキャラクター部分だけで画面が持つようにしました。ひらひらをね、先に描いちゃうとどうしてもこうひらひら部分に頼ってしまってキャラクターがちっちゃくなってしまうことって結構あります。なので一旦余計な部分は排除して表現したい大元の部分だけで画面を構成してしまう。こういうやり方をするとですね、変に縮こまってしまうことは少なくなると思います。で、その上でひらひらをここにつけていけばいいんです。こうします。はい、こんな感じ。ちょっとね、もともとひらひらが大きすぎてキャラクターの印象を食べちゃうのかなと思ったので若干小さめにしましたが、ひらひらがすごく大きいのがいいんだよっていうことであればですね、元の印象のようにひらひらを大きくしてもいいです。そこは好みで調整してみてくださいね。あとは帽子についている紐ですね。これも忘れずに描き加えていきます。はい、こんな感じ。キャラクターについての部分は以上になります。はい、そして次は背景ですね。さっきね、キャラクターについては3つ、背景については1つ問題がある。だから大胆な躍動感が生まれてないんだよという話をしましたよね。で、背景についての問題は何なのかっていうとですね、色の濃さについてでしょうか。特にこの後ろのハートマークのピンクですね。ピンクがキャラクターに使われているピンクとほとんど同じようなピンクなのと、あとですね、この下のところの黒とこのハッピーの黒、この辺もですね、もう結構黒々としていて、なんならキャラクターよりも黒々とした印象なので、なんかいまいち背景に見えないんですよね。キャラと同化して見えちゃう。それがキャラクター部分の見え方を邪魔しているような感じがするので、この部分を添削していこうと思います。まずハートですが、こうします。はい、こんな感じですね。ハートについてなんですが、もともとですね、結構中途半端な線の太さっていうのもあってキャラクターと同化してしまっていたので、思い切って太くする部分は太くしてしまった方がキャラクターと背景、印象が分けられると思います。あと色もこんな風に 2,3 色に分けてしまうのもいいと思いました。あとですね、ハッピーの文字なんですが、こことここに書いてあるんですが、この左上と右上に書いてあるんですが、2つ書く必要はないのかなと思いました。それとこっちのハッピーの文字はちょっと形状が溶け出していてホラー感があるのと、あとこっちはこっちでちょっと真っ黒で印象が強すぎなので、もうちょっとハッピー感があって、なおかつ黒よりは主張が弱い色にした方がいいと思いました。やってみます。はい、こんな感じですね。文字の周りになんかこういう装飾をつけてあげてもハッピーな感じ、そしてキャラに沿った動きも強調できて良いかもしれません。あとですね、もともとあったこのビリビリエフェクトなんですが、これ何のビリビリなんだろう。ローラースケートで走ることによって充電しているんでしょうか。電動自転車とかもね、漕がないで坂道を走っていると充電してくれるやつがあるので、そういう原理なのかもしれません。
はい、それはともかくとして、このビリビリもどこから発生しているのかいまいちわからないから、少し謎に見えている部分があるので、ローラースケートから発生してますよって分かりやすいように書いてあげると良くなるかもしれません。やってみます。はい、手前のビリビリを描きました。少し色を薄くして奥にもビリビリをちょっとだけ加筆してみます。はい、こんな感じですね。細かいですが、奥のビリビリに関しては色を少し薄くして手前との距離感をつけてあげました。手足の明るさを変えた時にも言いましたが、手前と奥で明るさを変えるのは立体感や空間を際立たせるために有効な手段です。覚えておいてください。はい、今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。デザインはほぼ変えていなくて、強いて言えばこのローラースケートのこの部分のあたりのデザインは一部変えましたが、その他はほぼ変えていません。ですが、かなりね、こう見やすくなって、はい、大胆な躍動感、ダイナミックな躍動感が出たのがお分かりいただけると思います。はい、今回はですね、大胆な躍動感を出すというテーマに沿って添削を進めてきました。そもそもね、大胆な躍動感を出すには画面の比率や構図を見直すのが手っ取り早いとは思うんですが、あんまり印象を変えずに元のイラストのままでも大胆な躍動感を出すためのポイントはいくつかあります。今回は3つのポイントに分けてそれをお伝えしてきました。はい、1つ目はこのひらひら部分が画面の大部分を占めていて、キャラクターが小さく見えてしまっていたので、まずはひらひら以外のキャラクター本体だけで画面を大きく構成してしまいましょうという点です。そして2つ目、キャラクターの一番の特徴のローラースケートにあまり目がいかなかったので、ローラースケート部分は大きく、そしてデザインが分かりやすい角度で描きましょうという点。そして3つ目、体の前面が腕で隠れてしまっていたので、見栄えがするように体の前面は見せましょうという点です。この3点プラス背景の色味がキャラクターと同化しないように注意して描けば大胆な躍動感生み出せると思います。はい、頑張ってください。応援しています。それと今回はキャラクターの躍動感についてお伝えしてきましたが、躍動感を表すためには意外と髪の毛の描き方が重要です。いやいや、髪の毛の描き方ってちょっと難しくて苦手なんだよねっていう人は、こちらプロ絵師が髪の毛の描き方完全解説をご覧ください。イラストを生き生き見せるための髪の毛の描き方について知っていただけると思います。それでは最後にコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ。準備はいいですか。気まぐれ気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。